はいこんにちは MD ジャックです。はいです。耳の妖精ミミです。はい、今回は KZ-AS24 Pro フル BA モデルです。最近 AS10 Pro のレビューしたばかりなのに今度は片側 12BA か。 AS24 から1年3ヶ月ぶりぐらいのリリースになるね。AS10 Pro のレビューをした時に比較モデルとして AS24 を久々に聞いてみて、以前より印象が良くなってたから AS24 Pro にも期待してる。それは音が変わったんじゃなくてジャックさんのストライクゾーンが広がったからってことでいい？まあそんなとこかな。見た目はほとんど一緒なんですけど音の違いはありましたか？あったよ。聞いてすぐわかるレベル。詳細はこの後ね。まずは価格。チューニングスイッチなしが15,000円台、チューニングスイッチ付きが18,000円ぐらい。結構するのね。片側 12BA だし KZ のフル BA フラッグシップモデルだからね。そっか、KZ は低価格なのが特徴なのに。外観は AS24 とどう違うの？フェイスプレートのデザインは同じかな。AS24 Pro の筆記体の文字が入ったのとメタルカバーの色合いがちょっと変わってる。サイズはほぼ同じだけどご覧の通りステムの長さがちょっと短くなってるわね。あと AS24 のサイドにあったスイッチがなくなっちゃった。スイッチそのものも AS24 って高級感あったのに KZ の他のチューニングスイッチと同じ部品になってるわね。スイッチの部品は変わったけど使ってみた感じはこの方が使いやすいと思うんで歓迎。サイドのスイッチが減ったのは調整が複雑だと感じたユーザーが多かったからじゃないかな。ただサイドのスイッチで中高域以上を調整できたんで、そこを省いた AS24 Pro はアップグレードではないかな。 AS24 ライトってモデル名の方が合ってる気がする。辛口がいいよ、珍しいですね。まあ思ったこと言ってるだけだけどね。でも AS24 って広域のコントロールができても低域のブースト幅がそれについてきてない感じしたから、私は AS24 のサイドスイッチは実際使ってなかったんだよ。スイッチでコントロールするなら BA たくさん積んでるんだから、もっとピンポイントで2から3キロ付近とか6キロ付近とか8から10キロ付近を増減できた方が効果的だと思うね。24 Pro のスイッチバリエーションの波形は上の通りです。低域が2段階でブーストされるのは KZ のチューニングスイッチ付きモデルの定番。スイッチ3と4で広域を少し落とす設定ができる。ただこんな広域落としてどうすんのって感はあるけどね。ジャックさんのここまでの AS24 Pro の印象はあまり良くなさそうに感じたんだけど。スイッチに関してはね、 AS24 Pro に限らず KZ のチューニングスイッチ付きモデルに対しての要望みたいな感じかな。 AS24 Pro 自体の印象は悪くないよ。波形はこんな感じ。なんか3キロあたりがかなり盛られてるね。こういうのあんまり見たことない気がするけど。確かにね。 AS24 の波形を重ねてみる。左がスイッチオールオフ、右が低域マックスでの比較。1キロから3キロへの立ち上がりの違いですか。そして3から4キロの違いも顕著ですね。これは結構キャラが違いそうですね。聞いてみようか。はい、そうしましょう。 AS24 を音調整の基準にして24 Pro のキャラをはっきりさせてみよう。スイッチ1100で低域をブーストした設定も取ってみた。イヤーチップはバンドル1に近い TRN ティップス。ケーブルはナイス HCK シルクシアンでバランス接続。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
が明るく感じましたね。この帯域の違いが聞こえ方には大きく影響するんだね。好みが分かれるところかな。そうだが、一長一短あるからね。この比較に限って言えば AS24 の方が自然にというかおとなしめに感じるわ。今回は3キロあたりのピークが大きめだから24プロの低域をブーストした方が個人的にはバランスいいと思える。ドライバー構成ってどうなってるんだっけ？画像で比較してみたけど役割含めてどちらも同じ構成だと思うよ。317368機と30019機の計9機で攻撃を賄ってるね。なんでそんなにいるんだっけ？もともと出力が弱いこともあるんだろうけど、並列化して一つの出力を弱めにして綺麗に鳴らすためでしょうね。BA で攻撃を綺麗に鳴らすなんて難しいみたいだから。でもドライバー自体の改良も重ねてるようだから、数年前の KZ のフル BA モデルに比べて随分自然な感じになったように思うよ。なるほど。じゃあ最後に聞いた印象だね。そうだね。まず低域 BA らしいぼわつかない感じが好印象。スイッチ使わなくても結構いい感じで出てはいるけど、バランスを考えるとちょっとスイッチで持ち上げた方がベター。1100セッティングで低域マックスにするとタム系は結構いい。ただそれだと少し広域が押され気味になる感じしましたが。そう、ここは難しいところだね。中域は1キロ以上で AS24 と差が出ていますよね。そう、この大域の違いが AS24 と24プロのキャラの差そのものだよね。24プロを最初に聞いた時に AS24 と明らかに違うっていうのが分かったからね。もちろん波形測定前の段階でね。明るさが増して解像感が高まった感じ。ここが持ち上がるといろんな楽器の音が派手になってよく聞こえるし、人が聞き取りやすい音域だからね。どっちがいいってわけじゃないんだよね。そう、これは好みだね。傾向はサウンドチェックで把握してもらえたと思うんだけど、どう？そうだね、大体は分かったよ。それより上の広域も綺麗に出ていましたよね。とても自然な感じでしっかり抜けてた。空間を感じることもできたし、余韻もまあまあある。AS24 も24プロもいい仕上がりだと思うよ。ただやっぱりこのクラスのモデルだとリケーブルは必須だと思うね。バンドルケーブルではちょっともったいない。AS24 プロはスイッチ調整も音質面でも AS24 を分かりやすくした感じなので扱いやすくなったのは確かだね。 KZ のフル BA のフラッグシップモデルだから価格はそれなりにするけど、フル BA 好きな人は検討してみてもいいかなと思ったよ。そうですね、愛も検討してみます。ということで KZ AS24 プロのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。